はい。かわいいね。はい、ババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンバアビバノノ。ババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンハービバノノ。はい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこに鰹節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて、瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今、私の左側にいるのが、チャトラのマサルくん。右側にいるのがグレーのグーちゃん。真後ろにいて見えないのが、白茶のゆりさん、白黒のくあくん、三毛猫のたまちゃんと、我が家には全部で5匹の可愛い猫ちゃんがおりますよ。ちょっと全員後ろに入るのどういうことで、猫のことを、詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。なんとなく上手に収まってんな。なんなのよ。全然、ぐーちゃんの尻尾の先しか出てきてないもんね。3匹もいいのにな。で、1日1個猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言います。で、なんでジャスティースって言うかっていうと、後ろにいるイルミネーションでピカピカ光っていて、うさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で、乾杯のことをジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。っていうか、なんだよ、みんな全然動かないな、本当にな。たまちゃん来たけど、たまちゃんは中に入るのかな。はい、入りました。はい、では行きますよ、せーの。ジャスティース、しょうがない、たけし、ジャスティース。今日も塩入り左右でございますよ。朝沸かしたお湯でございます。今日は塩入り左右さっき飲んだんでな。かなり濃厚な塩入り白湯を飲んだんで、なんか今日はもう塩入り白湯はいいやと思ったんだけどな。もう歯磨いちゃったしさ。あと何飲むっつったらな。なんかやっぱり白湯よりは塩入りかなと思ってね。結局、塩入りの白湯を今日も飲んでおりますよ。ああ、首が痛くてな。肩が痛いっつうのかな。
まあ、体中痛いんだけど、背中が相変わらずね、疲労が抜けてないんだけれども、肩と首がさ、まあ、とにかく痛いわけよね。で、マッサージチェアにさっきね、夕方っていうのかな、乗ってみたけれども、まあ、あんまり改善されずっていう感じやな。ピヨンさん、ジャスティス、こんばんは、ボンソワ。テンタマさん、今夜もジャスティス、藤子さん、皆様、こんばんは、ボンソワ。カニタンさん、ジャスティス、ありがとうございます。本日もお付き合い、よろしくお願いいたします。で、今日は晴れてたのか。晴れてて、で、ゴミの日だったんだっけね。ゴミの日で、にゃんこの砂を取り替えようか、どうしようかと思いつつ、めんどくさくなったんでね、まだいいやと思って、にゃんこのトイレの砂は取り替えず、ただね、おしっこをね、漏らされてて、下に敷いてあるシーツは変えなきゃいけなくて、で、猫トイレもね、汚れてるから、洗うかどうしようかっていうところでさ、でもまあ砂買えないんだったら洗うのもめんどくせえなと思ってね、シーツだけ、変えて、捨てて、で、洗濯して、で、今日もカーテン洗う祭りな、なんか晴れて、ねえ、なんか天気明日から崩れるっぽかったからさ、カーテン洗うならもう今日しか干すときないからなと思って、今日は全然掃除モードにはならなかったんだけど、でももう干せないもんなと思ったんで、今日もね、カーテンを洗濯祭りで、干して、で、あっちのな、お客さんが来る部屋のカーテンを洗い、窓を拭きましたっていうね、感じでございました。てんたまさん、マッサージ機に座っても改善されずですか？そうなのよね。もうね、私の肩こりやばいのよね。だから、時々ほら、美容院とかさ、そういうところでさ、マッサージしてもらえる時があったりとかするじゃんか。そういう時にね、すごい凝ってますねって、必ず言われるんだよね。必ず言われるんだけどさ、みんな、マッサージがすごく優しいので、優しいのでなんか聞いてんのか聞いてねえのかみたいな、そんな感じ。そんな感じで、マッサージ機もね、マッサージ機もさ、古いやつだからさ、自分の体になかなか合わせらんないの。お、ゆりちゃん出てきたな。なのでね、全然違うところ、なんかマッサージされてる感じでね、自分が揉んでもらいたいところにね、当たらないんだよね。だからしょうがないから、まあ全体的に、叩いてもらってるみたいな、そんな感じなんだけどね。ピョンさん、福岡地方、大雨です。すごい音はね、それがさ、明日、東京にも来るんだよな。でさ、そうそう、昨日缶バッジの話だったっけしてた気がするんだけど、まあ、それのせいかわかんないけどさ、今まで缶バッジなんかさ、テレビに出た後以来さ、売れたことなんかないのにさ、今日注文が入ったんだよね。で、なんか売れたなと思ったんだけど、まさかの缶バッジでさ、あれ、なんで缶バッジ売れたのみたいな感じでね、謎に缶バッジが売れたんで、郵便局にね、配送に行かなきゃいけないんだけれども、大雨なんだよなと思ってさ、ね、で、雨止んだところでさ、風がさ、すげえ強風なんだよね。うわー、なんかね、そんな時に出しに行くの嫌だな、みたいな。まあ、メルカリとかだとね、すぐに出さないとさ、なんだっけ、24時間以内に、この、出品者は配送してますみたいなね、文字が書かれなくなっちゃうけど、ハンドメイドの方は別にね、そういうのないからさ、天気のいい時にね、出しに行きゃいいんだろうけど、明日金曜日じゃんか。で、土日挟んじゃうじゃんか。そうするとね、最近さ、郵便すごい遅いからさ、いつになっちゃうんだろうって感じなんでね。だから金曜日なんで明日中に出したいなと思いつつさ、天気がさ、とにかく悪すぎるよな。
明日悪すぎるよなっていうところでさ、ちょっとっていう感じなんだよね。で、買い物も行ってないからずっとさ、もうここ数日、うちの中にこもってな、掃除っていうのかな。動画の編集してみたり、で、今日は在庫の、整理が一応ようやくついたよっていうね、感じだったんでさ、もうね、ようやく、なんとかキリがいいところに来たので、買い物ね、餅を食い始めたし、餅食い始めたしさ、ねえ、で、レトルトのパックご飯は賞味期限切れてるしさっていうのでね。で、ちょっとね、備蓄の買い足しに出たいなって思いつつさ、もうそんなだからさ、いけねえなみたいのでね、どうするっていうね、状態でございますよ。で、今日はカーテンの、洗って、窓拭いて、何したんだっけ、農協行ったか。今日ね、日課だから農協行ったら、今日は渋柿じゃない普通の柿が売られてたんだよね。で、それが、250円のと、200円のとあったんだよ。で、200円の方はまあいいかと思ってね。まあまあそこそこの大きさのスーパーで売られてるのに比べると、なんか若干小さいかなっていう感じなんだけど、まあそんな感じの大きさのが4つ入って200円だったから、まあだったら、これで200円だったら、まあまあいいかなみたいな感じ。ただね、傷があるのとかさ、なんかちょっと小さいのが混じってたりとかするんでさ、どうしようかなみたいな感じだったんだよね。だから250円の方はさ、値段に見合わないっていうの5個入ってんだよね、250円の方はね。5個入ってんだけど、ちっちゃいんだよ、全体的にさ。ちっちゃいの5個で250円みたいな感じなのね。1個50円ってことだよね、と思って。まあ確かにさ、スーパーで売られてんのが1個100円だとしてよ。まあ、それの半分ぐらいのサイズで50円って考えれば、まあ、妥当っちゃ妥当なのかもしんないんだけど、なんかあんまりお買い得感ないなと思って。で、まあ、200円の方だったら、まあまあ、そこそこちょっと納得がいくわと思ったんでね、今日は、その柿をね、買って帰ってまいりましたっていう感じ。そうでさ、今お皿があるからさ、わかるんだけど、お皿ない時ににゃんこがあの辺をさ、かい匂いを嗅ぐわけよ。で、あそここの前さ、たまちゃんにさ、おしっこジャーってやられちゃったんで、もうめっちゃ、拭いたんだけど、でももう全然ね、間に合わずっていう感じで、ちょっとね、匂ってるんで、それの匂いを嗅いでるのかなと思ったんだよ、みんなあそこ匂い嗅ぐからさ。と思ったらさ、その後なんかさ、口をさ、もぐもぐするんだよね。だからなんだと思って。なんか落ちてたかななんて思ってさ、見た目に何もない感じがするんで、なんでもぐもぐすんだろうなと思ったんだよね。そしたら、ほら、鰹節がさ、ああやって舞ってるんでさ、それがちょこっと落ちてたりとかするみたいで、で、それを発見してなんか口をね、もぐもぐしてるみたいでさ、なんか今日ようやく朝気づいたんだよね。なんだろうなと思って。みんななんかここの匂い嗅いじゃ口をもぐもぐするよなと思って。だから臭い匂い嗅いだ時はさ、猫ってさ、口開けるんだけどさ、パッカーンって口開けんだけどさ、そういう顔するわけじゃないのよ。なんかさ、美味しいものを食べてるような感じの仕草するからおかしいなと思ったんだけど、ああ、あれか、鰹節が落ちてたんかと思ってさ。納得と思ってね。今お皿があるから、ああ、そうかって思うんだけど、お皿ない時ね、朝方さ、なんかみんなそういうことするからさ、なんだろうなって思ってたんだよね。そうでさ、よくいろんなところにさ、カリカリがさ、落っこってたりとかするわけ。で、ね、それよくさ、ぐーちゃんが、なんか食べてる途中に、集中力切れて、なんかどっか向いてね、どっか向くときにさ、ピューンって飛ばしたりとかするわけよ。で、みんなね、なんか口にくっつけて歩いてる時になんかポロって落っこったりとか、なんかそういうのでさ、部屋の中にさ、
カリカリがさ、散らかってんのかなっていう風に思ってたんだけど、この前見てたらさ、なんかやっぱりまあね、口についたまんま歩いてポロって落ちたりとかもあるんだけどさ、もうどうしてそうなるのっていう感じでさ、なんかわかんないけどね、こう前足をそのポロって落ちたカリカリの上に乗せたんだよね。そしたらその瞬間にピョーンってすっごい遠くまで飛んでって、なんでなんでそういうことが起きんのと思って。だからあれか、部屋中いろんなところにこのカリカリ飛んでんのかと思ってさ、すげえ謎だなって思ってたんだよね。だからまあ、口につけてあるってどっかで落としたんだろうなと思ってたんだけどさ、もう全然そうじゃなくてな、なんか謎に飛んでくんだわ。なんなのよみたいなね。カリカリ面白話をしてみました。面白いかどうかは知らんけどみたいだな。あとは、あとね、なんか朝 YouTube 見てたんだけど、なんかちくわぶマップみたいのがあったんでさ、ね、なんかピヨンさんがちくわぶって知らないみたいな話してたからさ、なんかちょっとね、見てみようと思って見たんだよね、それをさ。そしたらちくわぶってさ、ほぼ関東にしかないのな。全国にないのな。なんだ、そっか、そりゃ知らねえわと思って。そりゃみんな知らないよねと思って、そうなんだと思ってね、関東だけの食べ物かと思ってさ、じゃあね、フニータにちくわぶ食べさせるショート動画でも作ろうかななんて思って、で、そのちくわぶをどういう料理にしようかなってね、今日は考えてて、で、結局ちくわぶは買ってこないでいちいち終わっちまっただ、みたいなね、感じだったかな。で、しかも明日天気悪いでしょ。いくら近くだっつってもさ、そんなに天気悪い時にわざわざちょっとさ、ちくわぶ買いに外出たくないしなと思ってね、ちょっとどうしようかなと思ってね、ちくわぶどういう料理にしようと思ってね、まあ普通におでんに入れといてやった方のがきっといいんだろうけどな。まあ普通にレシピとしてはさ、小麦粉の塊なわけじゃん。ってことはさ、なんだっけ、スパゲッティとかパスタとか、あれか、水豚とかさ、まあそういうものだと思って調理すればいいわけでしょうと思って。そしたらね、調理法的にはいろいろあるはずなんだけど、まあフニータのコマ撮り動画するのにさ、どういうネタにしようかな。やっぱりおでんにしとくのが一番絵的にはね、なんだか分かりやすいからいいのかななんてね、思いつつ、そしたらおでんどうしよう。なんか今全然おでんの気分じゃないんだけどと思ってね、今日はやらんかったんだよね。てんたまさん。香川県でもちくわぶは一般的でないですね。ね、そう、だからね、関東にしかない。関東っていうかね、東京発の食べ物なんだって、あれは。東京で作られた食べ物で、全国的になってるおでんの具が、京都発だったっけな、どこだったっけな、京都発だったかな。で、それが、厚揚げなんだって。で、厚揚げは、コンビニで、おでんを売り出して、で、それに厚揚げがあったんで、まあ、全体的、日本全国区でね、定番のおでんの具になったんだけど、ちくわぶは、コンビニの具になってないんだったかな。なので、全国区になってないっていうので、だから関東出てないらしいんだよ。だからみんなちくわぶを知らないらしいんだよ。だからね、ちくわぶ食べる動画出したら、なんだちくわぶっていうので、ちょっと興味持ってもらえるかしらなんてね、ふと思ったわけでございますよ。北海道さん、もしかしてそれが G のハートで見えない。G の、なんとかもしかしてそれがって、どこの話かな。
あれか、にゃんこのカリカリか。まあ、それもあると思うんだよね。それもあると思うんでさ、しょうがないかなって思うわけよ。だからこの部屋がね、G 出るのは、まあ、それもあるかなとは思うんだけど、ただ家庭菜園やる前はね、出てなかったから、だからまあ、一番の原因は家庭菜園なんだよね。なんだけども、まあ、それも一部あるかなとは思ってはいたかな。で、ほら、トイレもあるしな、匂いするものはいろいろとあるから、まあ、いてもしょうがないかなっていう感じはするんだけどね。でもまあ、今までいなかったからっていうのはあるんだけどさ。で、なんだっけ、ちくわぶの話な、あとちくわぶと、あと納豆マフィンな。まだ納豆マフィン作ろうかどうしようか考え中だよみたいなね。なんかいよいよそのデザフェスのね、マフィンの話はニュースになってたみたいだからさ、今納豆マフィン作ればちょっと話題に乗れるかしらと思って。納豆マフィン作ろうかどうしようかと思ってね。そもそもマフィンの作り方ってどうなんだと思ってね、調べてた感じなんだよね。まあでも、どのレシピ見てもね、なんかベーキングパウダーを大量に入れんだよね。あ、そんな入れんのと思ってさ。そりゃ膨らむわ、米粉でもな、みたいなさ。なんかそんな感じでさ、ベーキングパウダーはうち使わねえからなと思って、どうしよっかなって思いつつな、納豆マフィンをまだ作るのかどうなのか、みたいなことを、考えておりましたよっていうね、一日でございました。ああ、ケンタマさん、納豆マフィン、ここまでね、熱くするとはな。こんなにね、こんなに広がるなんてね、さっさと納豆マフィン作っとけばよかったよ、みたいなね。そんな感じ。あとは、なんかあったっけな。あとは、今日は、特にはないかな。はい。じゃあ、タロットカードタイムに行きましょうかね。本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、飛んだな。今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。で、なんか寒いんだよね、朝ね。朝めちゃくちゃ寒いわけよ。なんか今日朝8度とかだったからさ、そりゃ寒いわと思って。だから結局さ、ホットカーペットなんかつけたはいいものの、消せなくてずっと。結局つけっぱなしなんだよね。ただ今日昼間、なんか動いてたらさ、暑かったんでね、じゃあ今日はね、気温上がるのかなと思って、で、止めたんだよね。止めて、で、しかも暑かったからさ、で、天気も晴れてたし、あとは開けるかと思って、窓はとりあえずいつも開けるっちゃ開けるんだけどさ、両方開けると風が通っちゃうんでさ、寒くなるから、どっちか開けるみたいなことをするんだけど、今日は久々にね、両方開けっかと思って開けたんだけど、開けたら開けたでね、なんかもうね、結局動いてる間だけは暑かったんだけどさ、ちょっと立ち止まるとね、結局寒くって、やっぱ寒いと思ってさ、また窓閉めてみたいな感じ。で、結局寒いなっていうので、またホットカーペットつけてさ、なんか消しどころがわからないからさ、消せなかったんだよね。だから今でもまだついてて。で、途中切れたりとかするんでさ、ね、そのまま切れたまんまでいいかなっていうふうに思ってたんだけどさ、結局、やっぱ寒いなと思ってね、つけて。で、にゃんこもね、寒がって、つけると暑いみたいで出てくんだけどさ、
なんかね、寒くて結局みんなここにこぞっているからさ、やっぱ寒いんだよなっていう感じ。えーっと、北海道さん、リアルにドラえもんの貯金箱を割ったことがあります。あ、そっか、ドラえもんの貯金箱確かあった気がしたな。お気に入りだった気がしたな。あれ、実家に置いてきて、引っ越してきちゃったから、あれどうしたかな。どこ行っちゃったかな。北海道さん、ストップって言っていいかな。てんたまさん、北海道さん、自分もドラえもんの貯金箱割ったことありますよ。あ、そうなんだね。なんか、もったいなくて割れないけどな。割っちゃうもんなんだね。北海道さん、てんたまさん、割る瞬間ってドキドキしますよね。てんたまさん、まあ、不注意で落として割れたんですけど、まあ、それだったら逆にさ、しょうがないかって思えるんだけどさ、そのね、中のお金を取り出したくて、そのね、お金の取り出し口がない貯金箱を割るっていうさ、行動。だから豚さんの貯金箱があれだよね。お金の取り出し口がない貯金箱だったよなっていうふうに思うんだけど、ドラえもんの貯金箱はね、確かね、お金取り出すところあったんだよね。だから、割らないとお金取り出せない貯金箱は、今まで使ったことがないんだよ。だから、豚さんの貯金箱を買おうかな、どうしようかなって、まあよく思ったわけよね。よく思ったんだけど、ただね、やっぱり割るんだよね。中からお金出すときってさ、って思ったらさ、いや、この豚さん割れないなって思って。だから結局買えずじまいでね。だから私は貯金箱を割ったことはないな。で、割らずにね、中のお金を取り出す技を身につけちゃったんでさ。まあ全部取り出すのはめんどくさいだろうからいっぱい入ってた場合はね。そういう時は割った方のが早いのかなっていうふうにさ、思うんだけど、ね、中から取り出す方法を身につけてしまったので、割るのはもったいないので、その方法で取り出しておりますよ。てんたまさん。貯金箱をハンマーで割るのは昔の、漫画でしょ。そうそうそうね。あれをさ、なんかやるのってすげえ勇気がいりそうな気がするんだけど、どうなんだろうと思ってさ。北海道さん、缶切りで開ける丸万円貯まる貯金箱はね、今だからさ、ダイソーかどっかで買ってきたさ、えーっと、ピンクのね、猫ちゃんの貯金箱、その缶切りで開けるやつなのかなが、可愛いんでさ、買ってきたわけよね。で、それがお金取り出せるところがないんで、それで500円玉ね、貯めてるんだよね。なので、そっからね、なんだっけ、缶切りで開けるのはかわいそうなので、穴から取り出してね、どうしても500円玉欲しいときは、そこから取り出しておりますよ。てんたまさん、厚紙ですか？そうそう、厚紙ですよ。北海道さん、ストップありがとうございます。では、北海道さんからストップの掛け声いただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6、で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの、じゃじゃーん。なんだ、このカードも最近出たんじゃなかったっけみたいな、感じのカードだね。でもあれか、逆位置で出たのかな？なんか正位置じゃなかったような気もするけど、どうかな？はい。
ゆりたんがさ、白っぽい猫じゃんか。でさ、ちっちゃくてさ、丸くなってるわけ。で、耳がさ、折れてるんでさ、耳が、猫っぽくないっていうのかな。なんかまるでさ、膝の上にさ、ハムスターかなんかがさ、ちょっと大きめのハムスターかなんかがさ、乗っかってるみたいな。そんな感じだな。北海道さん、そもそも今は電子マネーだから、貯金箱はないのかな、どうなのかね。北海道さん、電子マネー貯金箱。そんなのかあんのかな。なんか、積み立てニーサだか、なんだか、ニーサじゃねえか。なんかいろいろあるんじゃねえの。そういうのが貯金箱っていう風に言うのか知らんけどな。これなんだっけ、カップの 2？カップの2のメッセージは何でしょうかね。カップの2。カップの2。はい。タロットカードの意味解釈。これでも読んでみようか。えーっと、持つ意味とは、惹かれて求め合う心。カップの2のタロットカードは相思相愛な関係や幸せな恋愛関係、信頼関係を意味します。このカードは人と人との強い結びつきや絆を表すカードです。特に恋愛を指す場合が多くあります。理解し合える最高のパートナーや愛すべきものに巡り合って幸せになります。お互いに愛情のある肉体関係や精神的な安らぎなどの意味があり、愛を確かめ合えることで人として大きな安らぎを感じることができます。お互いに求め合うことで関係が深まることを意味します。恋愛関係に限らず、大変好ましい関係も示し、一対一の人間関係や対等な付き合いなども暗示しています。良い人間関係や信頼できる人と信仰が深まることを表しています。カップ2の数字が表す意味。2という数字は、協力や安らぎを表す意味。他者との協力や調和を意味しています。他者との触れ合い、協力し合うことで得られる喜びや達成感。欠けているものはお互いに補い合うことで進展していくことを示唆する数字です。四大元素における水のエレメント、カップ、火、地、風、水の四大元素で世界が成り立っているという考え方、それをタロットの数とに関連づけて熱い炎をワンド、硬い位置をペンタクル、鋭い風をソード、無形の水をカップとする説があります。この4つのエレメントなくして世界もその世界に住む人も存在しない。そして地球上の何者もこの4つのエレメントの影響を受けている。トランプに置き換えると、カップは水を表し生命の根源的なもの、ハート。クラブは、デコボコした棒。スペードは剣。ダイヤは経済的に価値ある金。水のエレメントが象徴するのは豊かな感情と直感力、そして感情が育む調和の取れた世界。四大元素の水のエレメントは面倒見が良い、親切、感受性が強い、感性が豊か、サービス精神が旺盛、人との絆を大切にする、洞察力が鋭いといった特徴があります。生命の源である水に関連する聖杯は、情けに厚く優しい性格で、他人の困難を放っておけない人を表します。また、ソフトな雰囲気で、優れた感性の持ち主でもあります。水は柔軟に形を変えていく動きがあり、氷や液体、気体になることができ、七変化に存在できるすごく特徴のあるエネルギー。状況によってその姿を変化させ、周りの環境に適応することができる。そんな水だからこそ人に合わせられる。優しい、
愛情深いと連想することができます。なるほどな。聖地にはどんな意味があるの？聖地だよな。はい。キーワード、調和、相性、団結、安心、絆、サポート、信頼、理解、愛情、恋愛、深い友情、親密な関係、相思相愛。聖地には、相手と愛情で結ばれること、心から信頼でつながり、深い絆で結ばれることを表します。また、愛を求める、愛を受け入れる、親密な関係なども意味します。出会ってすぐにお互いに惹かれ合い、求めるようになります。心を開いて人と接することができるため、相手からの信頼を得ることができ、安定した人間関係を形成することができます。優しく寄り添ってくれる人には感謝の心で接しましょう。逆位置じゃないから、仕事、二人の未来、恋愛、まとめ。えーっと、人と人とのつながりやコミュニケーションによって相互に理解を深める、カード。聖一は調和、相思相愛、深い絆などの意味があり、逆位置はすれ違い、一方通行などの意味があります。このカードが出た場合は、自ら進んでコミュニケーションを取り、相手ときちんと向き合う機会にしましょう。うまくいかないときはどうしても悲観的になりやすく、一人になりたいと思うこともあるかもしれませんが、そんな時こそ周りの人と協力して乗り越えましょう。タロットカードの逆位置じゃなくて、えーっと、どういうことだ？はい。てなわけで、本日のタロットカードの意味、調べるの会は、まあ、これからね、人と協力していかないと生きていけない世の中になるんで、まあ、人と協力していくことが必要だよっていうふうに言ってるカードだったんでしょうかね。私は生き残れない気がする。というわけで、楽しんでいただけてたら幸いでございます。まどかさん、こんばんは、ボンソワ。羽毛布団を出して寝床を冬仕様にしたのですが、少し暑いです。ね、だから本気で冬モードにしちゃうと、そこまでではないからね、なんかちょっと暑いよな。なんか中途半端な感じな。だからといってさ、この何も暖房器具がないとさ、さすがに朝はさ、8度。8度、そりゃ寒いよな、みたいな感じにさ、なってるんでな。で、まだちゃんとした、仕様じゃないわけよ。突発的にシーツをさ、こたつ布団風にしてるだけなんでさ、こたつ布団をね、かけてるわけじゃないわけよね。でさ、なんか、ほら、ペットじゃない、ベッドテントを買ってさ、で、それがね、届く予定が13日って書かれてたからさ、13日に来るかなと思って待ってたけどさ、来なかったわけよね。で、あれ、なんかね、間違ってたかなと思ってさ、で、もう一回、見てみたわけよね。まだ来てないからさ。まだ来てないからさ、あれ、なんだ、なんか間違ったかなと思ってさ、注文履歴を見たんだけど、やっぱりね、13日到着予定だったんだよね。だから、あれまだ来てないけど、13日到着予定でまだ来てないけど、みたいなね。なんかそんな感じなんで。だから来たら来たでどこに設置するかっていうのもあってさ、なんかそれでね、まだ冬支度にしてないんだけどさ、全然来ないんでさ、どうしたらいいの？どうしたらいいんだいみたいな感じになってんだよね。テンダムさん、君は生き残ることができるか？できねえ。俺はできねえと思うな。人と協力できねえからな。カニタンさん、今、一つ前の動画ができました。やっと明日からデザフェス
動画を作り始めます。俺みたいになってきたな。暇さえあれば動画の編集しなきゃならんみたいな感じになってきたか。うちはね、逆にネタがないっていうのかな。だから本当はさ、今日だか明日だかにね、出かけて動画のネタをさ、1本ね、撮影しようと思ってたんだけどな。まあ、結局今日は出かけらんなかったし、で、明日は大雨だしな。なんで、今週はちょっとお出かけできないので、だから動画のネタがないので、次の更新が次の週のね、動画の更新ができませんみたいなことにね、なっておりますよ。で、あとは何の話が、あるかな。あと何の話があるかな。まあ、あとはあれだね。やっぱり変なおじさんが出てきたっていうのは、心は女なんだから、女風呂に入れさせろっていうか、勝手に入ってたらしいもんな。なんか洗い場でもうなんか、洗ってたらしいもんな。で、男の人が体を洗ってたんで、ね、女風呂に入ってた人がぎょっとしてで、通報したとかっていうね、なんか事件があったらしいもんな。で、あとは、なんだっけな。あとは、へえって思ったのがさ、まあ、そうよね。それも、そういうこともあるかなって思ったのが、男性なんだけど、お母さんになってみたかった。なんかもし自分が子供を産めるんであれば、なんかね、お母さんになってみたかったなっていう気持ちがね、あるんで、だからこれ言うと誰にも信じてもらえないんで、なんか言えないんだけど、まあね、言うと、自分はお母さんになってみたかった。ね、そういう気持ちがあるんで、だから、不妊で悩んでる女の人がね、男に何がわかるのよっていう感じで、共感なんかできないでしょっていう風に、思われてしまうところが、悔しいんだなんていう話をね、してて、ああ、そうだな、なるほどな、なんて風に思ってさ、ねえ、だって気持ち的にはあるけどね、体が備わってないから、絶対にね、お母さんになることはできないわけじゃんか。それだったらね、なんかやっぱりお母さんになりたくても、不妊でね、なれないって悩んでる、人の気持ちは、わかるんじゃないのかなってふうに思うんだけどね。その必死な状態でいる人からしたらね、男に何がわかるのよっていうね、気持ちにはなってしまうのかもしれないななんて思って、ああ、そうなんだなと思ってね、男性でもお母さんにね、もしなれるんであれば、なってみたかったなっていうね、気持ちがある人って、いるんだろうね、なんて思って。なんかそれで、なんかのドラマだかなんかでセリフがあったんだって、そういう、男の人の役なんだけど、お母さんにね、私はお母さんになりたかったんだみたいな、セリフがあった時に、なんかズキッとしたんだって。あ、そうだ、自分お母さんになってみたかったんだって、そん時になんか気づいたらしいんだよね。で、結局そのお母さんに、なりたいけれどもなっていない人っていうのは、自分の子供を産み育てるっていうことではなくて、なんかね、幼稚園の園長先生になってみたりとか、なんか子供に携わるね、仕事をね、なんかやってたりとか、するんだよねっていうので、だから必ずしも自分の子供を産み育てることが母親っていうね、ことではなくて、そういう大きい意味でっていうのかな。なんかそういう、なんだ、宿命というか運命というかわかんないけど、を担ってる人っていうのは、不妊だったりするんじゃないかなみたいなね、話をしてて、ああ、そうかもね、みたいに思った動画を今日は見とったかな。天玉さん、カニタンさん。
レザフェス動画はプレミア配信ですか？カニタンさん決めてません。カニタンさん、おっさん怖な。おっさん怖いよな。で、なんか見た目は女性に寄せてたらしいんだよね。なんかポニーテールかなんかして、なんか女性っぽいように見た目は寄せてたらしいんだよね。なので、フロントの人が女湯の方になんか案内したらしいんだよね。まあ、でもほら、普通そのさ、心は女なんだからいいじゃねえかっていうのはさ、そりゃもうさ、トランスだから、あれよね、もう工事が終わってる状態の人のことだから、だから工事が終わってればね、なんだ、犯罪の行為には至れないわけだから、だからまあ、工事が終わってるんであればね、まあまあ、しょうがないかとはさ、思えるけどさ、工事終わってない人、心は女なんだからっていうのでさ、女湯入るの認めちゃったらさ、そりゃダメじゃんって思うんだけどさ、まあでも LGBT 法案がね、決まっちゃったから、そうなるよね。そうなるよね。もう分かってたことだよね、みたいなことがさ、まあ早速起きてるなっていう感じだよな。北海道さん、現代の、個々の生活習慣や、感覚は、今から何十年にも前に、施行された法律には合わないのかな。現代の個々の生活習慣や、感覚は今から何十年にも前に施行された。まあ、そりゃ合わないだろうね。てんたまさん、フロントの人が女子風呂に案内しちゃったんですか？なんかね、そうらしいんだよね。なんか女の人かなと思ったらしいんだよね、フロントの人はね。まあ、ところがね、脱衣所じゃない、体洗ってんのがおっさんだったので、通報されたらしいんだよね。で、まあ、それで逮捕されたらしいから、まあ、今のところはね、まだどうなんだろう。工事終わってない人は、ね、女湯入っちゃダメですよみたいなことになるのか、どうなのかっていうところなんだよね。で、世論っていうのかな、世間一般的な声を聞くと、それをおかしいと思ってんのはどうやら私ぐらいなもんみたいでさ、世間的にはかわいそうってことになってるらしいんだよ。じゃあさ、じゃあ女の人の権利はどこ行っちゃうわけよみたいなね、感じでさ、なんか違和感みたいなね、ことになってるよな。で、あと、おっさんで思い出したのが、バナナをさ、バナナをさ、なんだっけ、なんとか分離帯、道路の真ん中のさ、植木が植わってるところ、そこにさ、不法に、植えてしまった、無許可で、バナナを勝手に植えたとかっていう、おっさんがさ、普通に顔出してたけど普通に顔出してたけど、なんかね、無断でその中央分離帯にバナナをね、5株植えたっていう人がね、区だか市だかわかんないけどさ、自治体が強制撤去にね、入ったよっていうニュースの動画をさ、見たわけよ。あ、やべえ。同じこと考えてる人がいたと思って。いや、バナナはいいねと思ってさ、バナナいいねと思ったんだけどさ、バナナのね、どうやって植えたんだろう。種があるわけじゃないから、バナナはさ、苗買ってきて、で、植えたっていうことかと思ってさ、お、そりゃすげえな。そこまですんのか、そりゃすげえなと思って。俺も前科があるからさ、人事じゃねえなと思ってさ、見てたわけよね。で、結構でかくなってね。だからそれが葉っぱが、でっかくてね、見えないから危ないからっていうので、
強制撤去ってことになったんだよね。ただ強制撤去っつってもいきなりね、バッサリバサってさ、伐採されるわけじゃなくて、ちゃんとね、植え替えられるように掘って、で、撤去してくれたんだよね。だから、ああ、良かったなっていう感じなんだよ。もうね、だいぶでかくなってて、バナナの実もなってたんで、ああ、もったいない。ああ、もったいないなみたいな感じでね、撤去っていう話になってたから、ああ、そうなんだと思って。で、水あげてるおじさんがいたわけよね。で、ああ、なんかね、勝手に生えちゃったのをね、かわいそうだからっていう風に、ね、近所のおじさんが水あげてんのかなって思ったわけよ。普通に顔出してたからさ。そしたらその人が犯人でさ、本人顔出てんじゃんみたいな感じでさ、ね、なんか世話してるね、映像だったわけよね、結局ね、水あげてる映像でさ。で、バナナのね、実がなってたんで、だから犯人自らが、なんだっけ、収穫しますみたいなところをさ、やってたわけよね。伐採されちゃうから、かわいそうだからっつってさ、なった実をね、収穫してたんだけど、ただまだね、緑色のね、熟れてない実だったんでさ、えー一応ね、食べたんだけど、すぐに吐き出して、なんかスポンジ食べてるみたいっていうので、そうなんだ、未熟なバナナってスポンジみたいな味なんだ、へえ、とかっていう風に思ってさ、ね、で、同じようなこと考えてる人いるなと思って、これからだってね、食料危機で食べるもんないんだったら、ね、道にバナナなってたらさ、いいじゃん？道にバナナなっててね、ご自由にどうぞ状態だったらさ、そりゃ豊かでいいじゃないですかと思ったんだけど、場所がちょっとね、悪かったっていうのかな。中央分離帯じゃね、そりゃ視界も悪くなるからダメよね。そりゃダメよねと思ったんだけど、そこまで大きくなったやつね、伐採するわけじゃなくて、ちゃんと植え替えできるようにね、撤去してくれたんでよかったよと思って、で、その株をね、なんか、譲り受けてくれる先があって、ね、元気に育つみたいだから、良かったかなっていう感じでございました。えーっとピョンさん、サンフランシスコに仕事で行った時、間違えて女子トイレに入ってしまい、女性から注意されたことあります。おー間違えただけでも、すいませんって感じなのにね、女性に注意されちゃうと、もうほんとすいませんっていう感じよな。てんたまさん、仕事でサンフランシスコね、仕事でサンフランシスコってすげえな。どんな仕事なんだろうな。北海道さん、マジでね、なんかもう注意されちゃうとちょっといたたまれない感じよね。てなわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理で投げれば、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい、いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。